飯だ。今回いただくのはイート&フーズの大阪王将羽根付きスタミナ肉餃子です。冷凍食品業界では味の素餃子と双璧をなすハイクオリティな定番冷凍餃子のシリーズですわよ。どんなフライパンでも絶対に失敗しなくなったぐらい先進的な冷凍餃子業界ですが、王将餃子は業界に先駆けて水や油どころか蓋すら不要になった不思議な餃子なのです。王将餃子は定番シリーズなので以前もいくつか紹介してますが、今回はスタミナ餃子なんですね。通常の餃子にニンニクをマシマシにしたことによってスタミナという名がついたのだ。どちらかというと食材がスタミナというよりも食べてスタミナがつくというイメージですよね。薬事法に引っかからないのだろうか。随分と斬新な視点の発想ですわね。うまければ法律なんてどうでもいいのです。どうでもよくはないと思いますが、ちなみに冷凍餃子の王将は大阪王将の方でいわゆる餃子の王将とはまた違うのだ。関東地方では両方の店舗をよく見るようになりましたが、馴染みがあるのは餃子の王将の方ですよね。ちなみにもともと1967年に京都で餃子の王将が創業して、その2年後の1969年に親族が大阪王将としてのれん分けして紆余曲折あって今があるようで、創業して意外とすぐに分離しましたわね。餃子なのにニンニクマシマシというコールによだれが止まりません。パブロフの犬状態になっていますな。そしてなぜかアンデスピンク岩塩が入っているのだ。ついに餃子も塩で食べろという時代が到来したんですかね。塩で食べる系の食べ物ってもっと高級素材の格式高いもののような気がしますが、素材にだいぶこだわっていると謳っているので格式高い餃子ですわよ。餃子とチャーハンはあのラーメンの脇役から今では主役級の活躍をしているグルメたちなので、もう格式は最高潮なのです。もう意味わからねえよ。ポンコツ冷凍庫に入れているからかなり霜だらけになっているけど、これで本当に蓋なしで美味しくできるのか不安なのだ。そしてさすがに今回は半分ずつで作るんですね。200円で2食分食べれると考えればかなりコスパの高いごちそうですよね。水と油なしはともかく蓋なしというのはまだまだ信用できないですわよ。そこは王将を信じるのです。ということで完成したのだ。焼き上がりは良い感じに焦げ目がついて、思ったよりもしっかりと羽がついたのでだいぶ美味しそうに見えますし、もちろん食べた時にその期待を裏切りません。確かにスタミナというだけあってニンニクの刺激がガツンときて、ニンニクの風味とピリッとした辛みを強く感じますね。具からだけでなく皮からもそのパンチを感じるような気がしますし、皮は少し小ぶりではありますが厚みがあってもちもちとしています。そして表面に胡椒が効いているのがいいアクセントになっていて、羽の部分はパリッとしていて香ばしく完成度の高さが際立ちます。一方で中はもうトロトロという表現というか、それを通り越しているぐらいの中は液体状態で肉汁の自然な旨味が溢れ出して口の中でとろけるような食感でジューシーさがたまりません。味付けに関しては意外と塩気が強すぎず素材を生かした自然な仕上がりなので、タレをつけなくても美味しいですが、タレをつけることで塩味が補完されてより美味しさが引き立ちますので、付属の塩で食べてみるのもありだと思います。お酒のおつまみとしても最高ですが、これだけ肉のパワーがあるのでもちろん白いご飯も進みます。味の素の冷凍餃子ほどあらかじめ完成された濃い味がついているわけでもないので、より本格的なお店の餃子に近いクオリティを感じますね。もう少しサイズが大きくても嬉しいかなとは思いますが、このあふれる肉汁を味わうのならばタレなしでパクパクいくのが正解かもしれませんね。非常に美味しい本格的なスタミナ餃子でした。ということでごちそうさまなのだ。世界に飯がある限り僕たちは食べ続けるのです。よろしければチャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。ごちそうさまです。またね。